ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、オシュ戦で活躍している、オシュ対策チームについて、カーク信者なりの解説をしたいと思います。すでにご存知の方も多いと思いますが、週末のギルドレイドのオシュ戦では、こちらのオシュ対策チームが圧倒的な攻撃力を発揮しています。このチーム編成の最大の特徴は、突き抜けた破壊力でオシュをぶん殴り続ける、銃の攻撃力の高さです。オシュ戦での銃の活躍を見ながら、団体のボス戦で全く活躍しないカークをとても歯がゆく感じている、どこかの動画配信者さんの泣き顔が目に浮かぶようです。誰かが俺のことを噂しているのかな？さて、こちらのオシュ対策チームがなぜ強いのかを説明しようと思いますが、その理由はこの画像を見ればお分かりになると思います。以上。おいおい、もう少し何か言葉を添えた方がいいんじゃね？強いて言えば、アイザック、ネブラ、セバスチャンの持つサポート能力のすべてが、銃の攻撃力を華麗に増幅している点が見事なのです。ヒーローのスキルと、一番アーティファクトの生み出す相乗効果が遺憾なく発揮されているのが、このチーム編成の特徴と言えるでしょう。さらに特筆する点として、銃の装備は紫装備のままでも、オシュ戦に使用できる点が挙げられます。レベルとスキルを少しだけ鍛えるだけで、紫装備の銃がオシュ戦で通用する点も、このチーム編成の良い部分になります。ここから、銃が抱える闇の部分について話をするよ。カーク信者の知り合いの中に、銃をメインの DPS として育てていたノフさんがいます。ノフさん曰く、オシュ戦だけしか銃の活躍の場はないので、資源を投資すると無駄になるから、紫装備のままでもいいと思いますよ、とのことです。ノフさんは本当に銃が大好きで、徹底的に銃にこだわったチーム編成を使い続けていました。その結果、導き出された結論が、対人戦のメイン DPS としては、銃はダメだこや、ってことなのです。それでは、なぜ銃が対人戦において良い成績を出せないのか、その理由を説明したいと思います。銃の泣きどころは、アーマー貫通のステータスの数値が微妙なことくらいでしょうか？銃の繰り出す攻撃は、敵チームの後衛に集中する仕組みになっています。そして、対戦相手にアスタロスなどの一番アーティファクトのバフに、アーマー強化が設定されているタンクヒーローと、それと同様に、一番アーティファクトのバフにアーマー強化が設定されているヒーラーのマーサが立ちはだかる限り、銃の攻撃が通用しづらいのです。こちらの画像は、アーマーと、アーマー貫通のステータスの数値が高いヒーローを抽出したデータになります。銃のアーマー貫通の数値を見ると、どこかの動画配信者が惚れ込んでいるカークよりも劣っていることがお分かりになると思います。例えば、アスタロスとマーサの一番アーティファクトのバフが同時に発動している際に、銃はアーマーがガチガチに強化された状態のマーサだけを執拗に攻撃し続けてしまうことになり、これが銃の弱点となっているのです。それならば、アーマー貫通のバフを銃に付与する能力を所持したヒーローを、銃のチーム編成に含めれば良いと思うかもしれませんが、候補となる使い勝手の良いヒーローが存在しないのです。エルミー、フォックス、トリスタン、チンマオー、銃と組ませたチーム編成を試みても、あまりにも選択肢が少なく、まともに機能するチーム編成を作れないというわけです。それでは、オシュ戦対策のチーム編成でアリーナやギルド戦を戦えるのかといえば、それはちょっと厳しいと言わざるを得ないのです。まあ、これは現状の銃が置かれた状況なので、銃が抱える弱点を打ち消す能力を持った新ヒーローが誕生すれば、銃がアリーナやギルド戦で活躍する日が来る可能性もあります。話は少しそれますが、ヘリオスも銃と似た境遇のヒーローです。ヘリオスはヒーローウォーズにおいて第2位の魔法攻撃力を有していますが、魔法貫通のステータスの数値が皆無に等しく、これがヘリオスの泣きどころになっています。ですので、ヘリオスをチーム編成に含める場合は、ほとんどと言って良いほど、
1番アーティファクトの魔法貫通のバフを所持しているオリオンと、コンビを組ませるのがセオリーになっているのです。ここまでの話をまとめるよ。動画の尺が少し長くなってしまいましたが、オシュ戦対策のチーム編成がなぜ、オシュに対して大きなダメージを与えることができるのか、お分かりになったと思います。今後も稀にこういった動画を投稿する予定なので、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。じゃあ、普段はどういった内容の動画を投稿する予定なの？カーク信者がその日に思いついた、適当な内容の動画です。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。